皆さんは普段どうやってアフターエフェクツでアニメーションを作っていますか？例えば、この四角形の位置を動かすとき、位置のプロパティにこうやってキーフレームを打ちますよね。実は僕、普段の作業でこの方法はめったに使いません。では、どうしているのかというのを今回お話ししていきます。ということで、こんにちは、ネイトです。今日は自作の AE スクリプト Nexanim について解説していきます。Nexanim は新コードと値の分離によって次世代のアニメーションシステムを実現するスクリプトです。まずは全体像として Nexanim とは何なのかというところ、生まれた背景や設計思想をざっくりと紹介します。その後 Nexanim で何が楽になるのかというところを具体例を交えながら一つずつ見ていきます。最後に実際の操作手順など使い方にも触れていきます。また今回の内容は概要欄にあるドキュメントにもまとめているので、テキストで見たい方、より詳しく知りたい方はそちらもチェックしてみてください。まず Nexanim が生まれた背景についてお話しします。簡単に言うと、僕が日々 AE でアニメーションをつけている中でいろいろとストレスがたまるポイントがあって、それをまとめて解決したくて作りました。具体的にはイージングを保ったまま値だけ変えたいのに、値を変更するとカーブまで変わってしまう。複数のプロパティを同じタイミング、イージングで動かしたいだけなのに処理が面倒。キーフレームで定義している値をエクスプレッションで動的に管理したい。これらの問題はタイムラインに値を直接配置するという従来のやり方が持つ構造が原因です。設計思想のお話になりますが、Nexanim では新コードコントロール P と値コントロール V の2種類のコントロールでアニメーションを組み立てます。新コードコントロール P、これは常に0から1で保管される新コードで、値そのものではなくどれだけ進んだかを管理します。値コントロール V、これは各段階の具体的な値を定義します。キーフレームのような静的な値でもエクスプレッションでも問題ありません。まだ抽象的でしっくりこないと思うので、3つの具体例、課題とともに深掘りしていきます。まず1つ目が値変更時のカーブ崩壊です。AE ではタイムライン上で値を変更するとイージングまで一緒に変わってしまうことがあります。実際のプロジェクトを見てみると、今これ正方形が左から右に動くアニメーションが入っています。で、イージングのカーブはこんな感じです。で、これの到達点ですね。ここの部分を600にしてみます。そして再生すると、見てわかる通りイージングのカーブが全然違うものに変わってしまっています。実際にグラフエディターを見てみてもこんな感じでカーブが崩壊してしまっています。で、これ一応公式の標準の機能で、よいしょ、ここのトランスフォームボックスという機能でこのボックスを伸縮させることでイージングのカーブを変えずに値を伸縮することができるのですが、これあくまでドラッグでの調節になるので数値で追い込みづらいです。なので結局値を変えるたびにこうやってグラフエディタでまたカーブを直すってなりがちでかなり面倒です。では Nexanim ではどうなのかというと、 Nexanim ではイージングは新コードコントロール P、値は値コントロール V で分離されているので、値だけを独立して調節できます。これまた実際のプロジェクト見てみると、これで同じようなアニメーションがついています。で、これの到達点の値を例えば600とかに変えてみましょう。で、アニメーション見てみると全くイージングのカーブが変わっていません。800にしてみたり、今度は逆に開始点の方を
1400にしてみます。こんな感じで各段階の値を変えてもイージングに影響が出ない。これが一つ目のメリットです。二つ目は同期の困難さです。これも実際のプロジェクトで見てみると、正方形が回転しながら左上から右下に動いていって、回転スケール1のところにアニメーションが入っています。これ今回転のプロパティにこんな感じのイージングのカーブが設定されています。ここで全く同じイージングを位置とスケールにも適用させたい場合、皆さんだったらどういう方法を取りますか？これよくあるのは、イージングをコピーしたいキーフレームを選択して、こんな感じのイージングをコピーする機能を持ったツールを使ってイージングを読み取ってペーストしてみたいな感じでやると、こんな感じで同じイージングを使うことができますね。ただこれ当たり前なのですが、回転のアニメーションをもう一度調節しても同期されているわけではないので、位置とスケールのアニメーションは変わりません。また同じイージングに揃えたいとなった場合は、先ほどのコピー&ペーストの作業を繰り返さなきゃいけなくて、かなり面倒かなと思います。先ほど説明したように Nexanim のシンコードコントロール P は常に0から1なので、異なるプロパティでも同じシンコードコントロールを参照できます。具体的にはどういうことかというと、これも先ほどと同じようなアニメーションがついています。そしてこれシンプルに位置とスケールのシンコードコントロールをピックウィップで回転の方に紐付けてみると、わかりますかね？こんなに簡単にイージングが同期できます。さらにこれまたここの回転のシンコードコントロールのグラフをいじってみても、もちろんこんな感じで常に同期されます。伸縮しても同期していますね。こんな感じでピックウィップで紐付けておけば、一つを調整するだけで参照している全てのアニメーションが自動で同期してくれます。そしてこれは少しおまけの話になるんですが、シンコードコントロールが常に0から1だからこそ、例えばイージングは同期したいけどタイミングはずらしたいみたいな場面でもシンプルなエクスプレッションで対応できます。これも先ほどと同じようなアニメーションですが、位置とスケールのシンコードコントロールのキーフレームの位置をずらしてみると、イージングはそのままでタイミングだけを前後させることができます。もちろん参照元のカーブをいじることで常に更新されます。これは位置、スケールのシンコードコントロールに簡単なエクスプレッションが入っていて、一つのキーフレームによってタイミングだけを変えてみてる例ですね。エクスプレッション周りの Tips はドキュメントにまとめているので、興味があればそちらも見てみてください。3つ目が値の固定性です。当たり前の話ですが、タイムラインに置いた値はその瞬間の固定値になるので、計算式として持たせたり、他のプロパティやレイヤーと連動させたりしようとすると一気に大変になります。多段階のアニメーションを一つの式で無理やり管理しようとすると、条件分岐が増えて式が肥大化しがちです。Nexanim では各段階の値コントロール V をキーフレームのような静的な値でもエクスプレッションでも自由に定義できます。段階ごとに式を分けられるため、複雑な条件分岐で一つの式を肥大化させる必要がなく、保守性が高い運用ができます。これも実際のプロジェクトで見ていきましょう。左下にターゲットとなる緑の円があります。最初はこの緑の円の位置、そして次は右上、そして最後に右下でウィグルを伴ったアニメーションにさせたいとなった時、ちょっとめんどくさそうですよね。ただこれ Nexanim ならすごい簡単に実装できます。
Nexanim では各段階の値に静的な値でもエクスプレッションでも自由に設定できるので、まず一番最初の値コントロールにはターゲットとなる緑の円の位置がエクスプレッションで入っています。2つ目にはいつものキーフレームと同じようなシンプルな静的な値。最後の3つ目には Wiggle のエクスプレッションが入っています。再生してみると完璧に動いてくれてますね。これもちろん1つ目の値は緑の円の位置に追従しているので、この円を動かすたびにアニメーションが更新されます。段階ごとに値、エクスプレッションを分けて保守性高く運用していける。これも Nexanim のいいところです。ここからは実際の基本操作を説明していきます。とは言っても操作はめちゃくちゃ簡単で、基本は3ステップ。まず対象にしたいプロパティを選びます。今回は1のプロパティにします。そしてターゲットの欄でコントロールをどのレイヤーに作るか選んだらバインド。これだけでセットアップは完了で、あとは2つ目の値コントロール V をいじって、そのままシンコードコントロールのイージングを調節してしまえば、よいしょ、でこんな感じで簡単にアニメーションを構築できました。そして段階を増やすのもとても簡単です。エフェクトコントロールパネルで最後のシンコードコントロール P と最後の値コントロール V を選択してコントロール D で複製するだけです。そしてこの増えた3つ目の値コントロールをそうですね、真ん中の下の方とかに置いてきて、そのままもう一つの増えたシンコードコントロールの方もタイミングをずらしてみます。そうするとこんな感じで多段階のアニメーション、3段階のアニメーションが簡単に作れました。先ほど言ったように各段階の値は静的な値でもエクスプレッションでも自由に定義できるので、例えばこの3つ目の値コントロールのところをこの緑のターゲットレイヤーの位置にしてみましょう。ピックウィップで引っ張って完璧ですね。最終地点が緑の円の位置になりました。先ほど触れたようにターゲットではコントロールの追加先を決めます。基本は Same、 日本語だと同レイヤー、同じレイヤーに追加する方式です。レイヤーが増えないのでタイムラインが散らかりにくく、まずはこれがおすすめです。僕は普段 4K モニター2枚で作業しているのであまり困りませんが、モニターが狭い人だとエフェクトコントロールパネルも小さくなりがちで、一つのレイヤーにコントロールが増えると管理しづらくなることがあります。そういう時に使うのが New、 新規と Stored、 登録先です。 New は新しいコントロールレイヤーを作ってそこにまとめるような方式です。そしてストアードは事前にこういう感じでレイヤーを登録して、そのレイヤーにコントロールをまとめるような方式です。それぞれ好みに合わせて使い分けてみてください。さて、Nexanimの全体像から3つの具体例、そして使い方まで一通り見てきました。この動画で説明しきれなかった細かい補助ツールや設定のカスタマイズについてはドキュメントにまとめています。長年モーションデザイナーとして AE に向き合った中で、こういう仕組みが欲しいを形にしたのが Nexanim です。僕自身アニメーションを作るときは9割くらいこのツールをベースにしています。ぜひ興味のある方は概要欄のリンクから購入してみてください。ということで今日はこの辺りで終わろうと思います。それじゃあバイ。